こんにちは。アダルトチルドレンについての電子書籍作家自分探しイズムです。今日はアダルトチルドレンは自ら自分を破滅させてしまう行動をしているという話をします。アダルトチルドレンは愛されたいのに嫌われる行動をしていたり、親しくなりたいのに遠ざける行動をしていたり、自信を持ちたいのに自信が持てなくなることをしていたり、幸せになりたいのに不幸になる行動をしていたりします。そしてその自滅的な行動を何度も繰り返してしまいます。これをやめるだけでも人生はだいぶ変わってきます。アダルトチルドレンの特徴はいろいろありますが、何度も自滅的な行動、不幸になる行動を繰り返すというのもアダルトチルドレンの特徴の一つです。人によって違いますが、アダルトチルドレンはどのような自滅的行動や過ちを繰り返しやすいのか見てみましょう。一つ目は自分を評価しないです。多くのアダルトチルドレンは自分の出した結果や自分のやってきた貢献や努力を評価しません。評価しないだけではなく、自分の結果や貢献や努力をしていないものとして自分を責めています。60の結果を出し、60の貢献をしたとします。そしてその結果を出すために80努力したとします。これを評価しないだけではなく、そのちょっと足りなかったこと、ちょっとできなかったことをまるで完全な悪とでも言うように自分を責めます。この1回だけではなくて人生全部がこの姿勢です。これでは自分で自分のメンタルを破壊してしまいます。アダルトチルドレンの自滅的行動2つ目、他人を信用しないです。他人の行為や優しさは信用しないで距離を縮めようとしません。恋人さえも心の深い部分では信用していません。心の成長した人は恋人にいいことがあると嬉しいです。でもアダルトチルドレンは恋人の幸せさえ嬉しくない人が多いです。このような人は相手が自分と付き合うことで何かメリットがあるともう愛を信じられません。そのメリットが目当てなんでしょということになります。これでは親しい関係にはなれません。3つ目は他人がする自分への行動の中に何でもかんでも悪意を感じ取ります。大勢の人が絡み合って生きていれば何かがあると得をする人もあれば損をする人もいます。また人生では偶然ということも多いです。さらに誰も未来のことはわからないので予定外で誰かを傷つけてしまうこともあります。なので心の成長した人でも迷惑をかけられたと感じることはあります。でも何でもかんでも悪意でされたということにして必要以上の怒りを持つことはありません。ところがアダルトチルドレンは誰かが自分に悪影響を与えると何でもかんでもこれは悪意だ、嫌がらせだと感じてしまう人が多いのです。これでは周りの人に対してあの人にもこの人にも憎しみを持ってしまいます。
4つ目は誤解の可能性を考えないです。例えば、恋人に LINE をしたら、恋人は忙しくて既読無視されたとします。でもこのタイプは、忙しくても返信ぐらいできるはずだ。あの人は私のことを軽んじている、雑に扱っている、と感じてしまうのです。事実は、恋人は忙しかっただけです。でもそうとは考えずに、誤解で激しく落ち込んだり、悲しくなったり、激しい怒りを持ったりします。これでは浮き沈みが激しくなって自分も相手も大変です。アダルトチルドレンの自滅的行動5つ目は問題をずらしてしまうことです。多くのアダルトチルドレンはとても頑張ります。とても努力家です。ただ問題をずらして頑張っているので、頑張っても頑張っても解決しないどころか、問題を大きくしてしまいます。これも自滅行動です。あらゆることで問題をずらしますが、例えば子供とうまくいっていないとします。子供が不登校やら万引きやらいろいろ問題を起こすとします。その問題とは向き合わないで仕事に逃げる人がいます。仕事をめちゃくちゃ頑張ります。仕事が忙しくてそれどころではないという逃げ方です。他にも自分を育てるには親への自己主張が必要と分かっているのに、それができない人は自分の心の日記などを一生懸命書いていたりします。もうその分野は卒業していて、次のワークに移らなければいけないのに、問題をすり替えているのです。そこで、こんなにやってるのに治らないということになります。アダルトチルドレンの自滅的行動6つ目は、自傷行為です。自傷行為をする理由は様々なので、ひとまとめにはできませんが、激しく強い怒りとか、激しく強い悲しみなどを感じたときにしてしまう人もいます。自分への罰でする人もいます。お試し行動で誰かの注意を引きたくてする人もいます。強いストレスから逃げるためにする人もいます。他にも様々な理由でしてしまう人がいますが、これもまさしく自滅的行動です。アダルトチルドレンの自滅的行動7つ目は、害になる人間関係を自ら作ってしまうです。自分の幸せを願ってくれないような人と付き合ったり、自分の足を引っ張るような友達のそばに行ったり、自分に害を与える人のそばに行きがちです。ネットで知らない人と性的関係を持とうとするなどもそれにあたります。アダルトチルドレンの自傷的行動8つ目は、自分を評価する権利を他人に渡してしまうです。他人の評価も参考にするというレベルではなくて、他人に100票ずつ渡して自分は0票なんです。完全に他者に自分を評価させてしまいます。だから自分が何かをしても自己評価は上がりません。代わりに他人が褒めると一気に評価が上がります。でも他人がけなすと、ついさっきまで有頂天だったのに、それはなしになって、今度は一気に下がります。これでは他人に都合のいいように操作されるし、自分の人生を生きられません。
そしてすべての人にいい評価をされるということはないので、良い自己評価は持続しません。アダルト・チルドレンの自滅行動9つ目は、他人を操作しようとするです。アダルト・チルドレンは他人を自分の思い通りに動かそうとする欲求がものすごく強いです。ものすごく強いので手段は選びません。人によっていろいろですが、泣いたり、怒ったり、脅したり、不機嫌になったり、理屈をこね回して相手を責めたりで、何が何でも自分の欲求通りにコントロールしようとします。度が過ぎているので嫌われてしまうことが多いです。アダルト・チルドレンの自滅的行動10個目は自分を犠牲にするです。社会で生きていれば誰もが少しずつ我慢をする必要がありますが、アダルト・チルドレンの自己犠牲はちょっと犠牲になるというレベルではなくて完全な自己犠牲です。自分の欲求は抑えて他人の欲求を応えようとするという言葉より完全に服従するという言葉の方が当たっているかもしれません。これでは自分の人生を生きられないし、何より憎しみをためます。そして人生を楽しんで生きるということができなくなります。11個目は感情を表現しないです。怒りや憎しみを表現するという意味すら分かっていない人もいるかもしれません。感情を表現するとは爆発させるということではありません。コミュニケーション能力のある人は怒りや憎しみを爆発させるのではなく、怒っているということを伝えます。アダルト・チルドレンはそのような表現はしないで、溜め込み、限界が来たら一気に爆発させてしまいます。我慢して我慢して我慢しているかと思えば、口を開くときは、じゃあ絶好だ、じゃあやめると話し合うという過程はすっ飛ばして、一気に最終段階になってしまいます。これではどこに行っても、誰と付き合っても、不満や怒りや憎しみをためてしまいます。そして健全な関係や信頼を積み上げていくということができません。アダルト・チルドレンの自滅的行動12個目は、同じ失敗を繰り返すです。失敗は人によって違いますが、例えば上司とうまくいかなくて会社を辞めた人は次の会社でも上司とうまくいかなくて辞めることが多いです。もっと具体的に言うと、新人の時に先輩社員の仕事を回されて利用されたと感じ不機嫌になってしまい、先輩社員に嫌われた人は次の職場でも同じようなことで嫌われる可能性が高くなります。あるいは同僚に対して過度に批判的になり関係を悪化させる人は他でもいつも同じようにして関係を悪化させることが多いです。13個目は他人の問題を自分の責任にするです。他人が機嫌が悪いと自分が悪いからだと解釈したり、他人が怒っていると自分は何も悪いことをしていないのに、あんなことをしなければよかったと、あたかも自分の行動が悪かったかのように自分の責任にしてしまいます。これでは自ら自分を抑うつ的にしてしまいます。
14個目は回避行動です。自滅的行動は間違った行動を起こすことだけではありません。幸せになるための行動を絶対に起こさないで、いつも回避するのも自滅的行動です。回避系アダルトチルドレンは、あらゆることで回避行動をします。例えば、人間関係も回避して、親しい人を作ろうとしません。他人といるより孤独を選びます。社会生活でも自分を試さない、挑戦しないのように回避行動をします。あらゆる問題から逃げて、回避して、アルコール依存症、ゲーム依存症、スマホ依存症などになることもあります。これでは欲しいものを手に入れることはありませんし、幸せにもなれません。15個目は自滅的な思考をするです。行動は思考の結果生まれるものなので、思考が自滅的だと行動も自滅的になります。例えば自分についても未来についてもネガティブな思考をして自分に自信を持たない、未来に希望を持てないなどで積極的な行動をしないなどがそれです。では、なぜ自滅的な行動をするのかということですが、誰でも自分を痛めつけたくありません。それでも自滅的行動をしてしまうのは、無意識に問題があるということです。もっと簡単に言うと、心に深い傷があるということです。そして我々は心の傷を見ないようにしようとします。あるいはその心の傷を周りにバレないように必死になります。自滅的行動のほとんどはこれらのために起こっています。アダルト・チルドレンが自滅的行動をやめるには、まず自分の心の傷を知ることが必要です。なので、アダルト・チルドレンが持ちやすい自滅行動につながる心の傷の例を6つ挙げます。でも、心の傷は1つだけではなかったり、自滅行動もいろいろな心理的問題が複雑に絡み合っているので、人によって違うし、すべての人には当てはめられませんので、あくまでも一つの例として聞いてください。では、アダルト・チルドレンが持ちやすい心の傷とその問題を見てみましょう。アダルト・チルドレンが持ちやすい心の傷一つ目は、過去に負ったトラウマです。人によっては虐待、暴言、ネグレクトなどでトラウマになっているかもしれません。そこまでひどくなくても、欲求を満たしてもらえなかったり、雑に扱われたり、共感してもらえなかったり、気持ちを汲んでもらえなかったり、無視されたりで傷ついているかもしれません。トラウマというと圧倒的なものすごく大きなものを指しがちですが、ここでは乳幼児期に雑に扱われたり無視されたりで傷ついているというレベルも含めてトラウマとしています。なぜなら傷ついているのに手当てをしていないので、大人になっても無意識にあるその傷に行動を支配されているからです。無意識に支配されているということは、やはりトラウマがあるということです。トラウマは意識していなくても癒えていなければ
無意識から悪さをします。例えば虐待のトラウマがある人は、親を信用できなかったのだから、他人を信用できないのが普通です。また、他人がする自分への行動の中に悪意を感じ取るかもしれません。また、人をものすごく怖く感じるかもしれません。こうなれば、自分を犠牲にして、人に完全に服従するかもしれません。さらに人が怖ければ、人の気持ちを理解できるほど心に余裕が持てませんので、自分の誤解に気づかないかもしれません。あるいは人が怖くて感情を表現しないかもしれません。そもそも回避行動で人を避けるようになるかもしれません。そして思考も自滅的になるかもしれません。また虐待ではなくても共感してもらえなかったり、気持ちを汲んでもらえなかったり、無視されたり、自分は愛される価値がないと感じるようになった人もいるかもしれません。こうして自己蔑視がひどくなると、自分を嫌いになり、このままではダメだと頑張りすぎるかもしれません。頑張りすぎるのとは路線がそれて、もうどうでもいいと自分でも自分を雑に扱うようになるかもしれません。もちろんこれは一つの例です。このような症状が出るのは共感してもらえなかったり無視されたりで、自分は愛される価値がないと感じるようになった人だけではありません。いずれにせよ、このような心の傷を負うと、人によって違うけど、このままではダメだと思っているのだから、自分の出した結果や自分のやってきた貢献や努力を評価しない人になるかもしれないし、このままではダメだと思い込んでいるために、真相とは向き合わずに、問題をずらして他のことで頑張ってしまう人になるかもしれないし、心に余裕がないので自分の誤解に気づかないかもしれないし、どうでもいいと自暴自棄になって害になる人間関係を自ら作ってしまうかもしれないし、自傷行為をするかもしれません。このようにトラウマがあると無意識で自滅的な行動をしてしまうのです。アダルト・チルドレンが持ちやすい心の傷2つ目は、アダルト・チルドレンは欲求を満たしてもらえなかったり、不適切養育で心が成長していないという側面もあります。これが関連して、親を信じられなかったのだから他人を信用できなくなるかもしれないし、他人がする自分への行動の中に何でもかんでも悪意を感じ取るかもしれないし、心が成長していないのだから誤解に気づかないかもしれないし、心が未成長で甘えているのだから問題をずらしてしまう人になるかもしれないし、親によって満たされなかった愛情欲求を満たすことに必死で害になる人間関係を自ら作ってしまうかもしれないし、心が成長していないので克服できていない依存心から自分を評価する権利を他人に渡してしまうかもしれないし、自分を犠牲にするかもしれないし、感情を表現できないかもしれません。このように欲求が満たされていなくて、心が未成熟ということでも自滅的な行動をしてしまいがちです。アダルト・チルドレンが持ちやすい心の傷3つ目は、アダルト・チルドレンはアダルト・チルドレンに惹かれるということです。
アダルトチルドレンは心が成長していなかったり、依存心が強かったり、自己肯定感が低かったり、恐怖に怯えていたり、劣等感やトラウマがあったりします。そんな中、満たされていない欲求に突き動かされながら、でもこれ以上傷つかないように細心の注意を払って生きています。こうなると、ちょっとでも傷つけられそうな人には、最大級の警戒をします。こういう性質があるので、心理的に健康で自信のある人と一緒にいると、自分の悪いところが際立ちそうで、劣等感が増しそうで、そして変な目で見られそうで怖いのです。無意識で避けたい人です。そこで同じような境遇で育った人や同じような性質がある人の方が安心です。浮かないような気がするし、対等な関係ができそうな気がするし、攻撃されないような気がします。さらに慣れ親しんだ環境を求めるという性質もあるので、心が未成熟の親に育てられた人は、心が未成熟な人の方が安心します。そこでアダルトチルドレンはアダルトチルドレンに惹かれるのです。アダルトチルドレンが持ちやすい心の傷4つ目は、ありのままの自分を受け入れられていないことによる傷です。多くのアダルトチルドレンは条件付きの愛で育てられているから、ミスをしたら受け入れてもらえない、欠点があったら受け入れてもらえないと不安を感じている人が多いです。そこで完璧でなければ愛されないと信じ込んでいる人も多いです。これがあると、自分の出した結果や自分のやってきた貢献や努力を評価しないかもしれないし、他人を信用していないかもしれないし、完璧になれなくて自傷行為をするかもしれないし、完璧な人を目指しているので、他人の問題を自分の責任にするかもしれないし、思考も完璧主義的思考をしているかもしれません。アダルトチルドレンが持ちやすい心の傷5つ目は罪悪感です。アダルトチルドレンは自分の責任ではないことまで自分のせいだと思ってしまう人がいます。これは親に責任転嫁をされて育っている人に多いです。例えば心が成長していないのは愛されて育っていないからですが、大抵の親はあなたの心を成長させられなくてごめんなさいとは言いませんね。逆に困った子ねとため息をつくかもしれません。また子供なりに精一杯やっていたし、自分は悪くないのに怒られたり責められながら育ってきた人なども、他人の失敗や問題を自分の責任と感じるかもしれません。この過剰な自責感で自分の出した結果や自分のやってきた貢献や努力を評価しないかもしれないし、自分を責めて自傷行為をするかもしれないし、自分を評価する権利を他人に渡してしまうかもしれないし、何でも自分のせいだと自分を犠牲にするかもしれないし、他人の問題を自分の責任にしてしまいます。このように心の深い部分に罪悪感があると自滅的行動をしてしまいます。アダルトチルドレンが持ちやすい心の傷6つ目は愛情の欠如です。幼少期に母性愛を感じることができなかったため、大人になっても愛情を感じられず、
強い不安や強い孤独感で寂しいと感じやすくなるかもしれません。欠乏感からの愛されたいという欲求は強すぎるので、それが満たされなかった時に自傷行為をしてしまう人もいるかもしれないし、害になる人間関係を自ら作ってしまうかもしれないし、嫌われるのが怖くて自分を評価する権利を他人に渡してしまうかもしれないし、自分を犠牲にするかもしれないし、感情を表現しないかもしれないし、必要な愛を得るために他人を操作しようとするかもしれないし、欠乏を埋めることに必死で心に余裕がなく誤解に気づかないかもしれません。また完全に愛情を諦めて回避行動をする人も出てきます。このように愛情欠如も自己破滅的な行動の原因になってしまいます。要素を6つ見てきましたが、どの要素も心の奥に傷があります。そして根っこの問題を見ないようにしているので、同じ失敗を何度も繰り返すのです。では、ポイントを振り返りながらまとめます。アダルト・チルドレンは嫌われたくないのに嫌われる行動をしていたり、気分よくいたいのにメンタルが参ってしまうことを考えていたり、幸せになりたいのに不幸になる行動をしていたり、自滅的な行動をしている人が多いです。そしてその自滅的行動を何度も繰り返しています。だからその行動をしたらどうなるか考えてみてください。悪い結果が予想されるときはその行動をすることをやめましょうと教えてくれる人は多いですね。この言葉も必要ですが、やめようと思ってもやめられないのがアダルト・チルドレンの自滅的行動です。自滅的行動をやめるには、まず原因を知ることが必要です。原因は心に傷があり、まだ癒していないということです。誰でも心の傷や自分の劣等感や自分の未熟さや親の未熟さなどを考えたくありません。そこで多くのアダルト・チルドレンは心に傷があるのに気づいていないのです。まず自分はどのような傷があるのかに気づかないといけません。次に自分はその傷を感じないようにどのような行動をしているのか、ここにも気づかないといけません。そして一番大事なことは、その傷をほったらかしにするのではなく、見つめて癒すことです。自分が自分を理解して、自分にこうなるよねと共感してあげて、自分を大切に扱ってあげることが必要です。自分の癒し方は、アダルト・チルドレンは自分嫌いを治そうとか、毒親からインナーチャイルドを救えなどの動画を参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。傷が癒えるまでは、まだ自滅的行動をしたくなると思います。そこで気づくことに気づいた上で、初めて次の言葉が有効になってきます。その行動をしたらどうなるか考えてみてください。悪い結果が予想されるときは、その行動をすることをやめましょう。そして、その行動の他にできる行動を考えてみてください。そっちの行動をした時の方が結果が素晴らしくなりそうであれば、
意識して行動を変えていきましょう。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。